ああ、用が済んだらな、おめえにくれてやる。神殿の猪熊だな。誰で？殺しを請け負った。何？欲しいのは猪熊の命一つ。お前は去れ。よす。だけに冷えますね。起こしてすまんな。いえ、丸屋の旦那に酒を勧められてな。こちらは気になさらず本郷で宿をお取りになればいいのに。本郷からは目と鼻だ。それにこの寝顔を見たさに帰るのだよ。先生、この間の仕掛けの守備確かめさせていただきました。いや、いつもながら見事な。さあさあ。この男は暗闇坂の九五郎といい、音羽から雑司ヶ谷一帯を仕切る野手の元締めである。だがそれは表の顔であり、裏に回れば闇の世界にも通じ、金次第で殺しも請け負う顔を持っていた。しかしまあ師走ともなれば盗人は大忙しのようで。ほう。師走になると商人のところに金が集まります。押し込みにはもってこいなんでしょう。ここ数日で3軒の商人が金取られてます。
先生は金が貯まったら田舎暮らしがしたいとお言いでしたね。いつかはな。どれぐらい貯めなすった？先生みたいに仕事のより好みさえしなきゃもっともっと金は貯まるんですがね。どっくり口飾り神棚のお年始飾りはいかがでございましょうや。おみきどっくり口飾り神棚のお年始飾りはいかがでございましょうや。おみきどっくり口飾り神棚のお年始飾りにござりまする。こんなに？本所の旗本徳之山様、市ヶ谷の相馬様から剣術指南料を過分にいただいた。その上矢島道場から持ち代が出たのだ。暮れの払いをこれで。足りるか？余るくらいです。お日様、今年もどうぞよろしくお願いします。洋介さん、新年おめでとう。おさわちゃんかい。旦那もおめでとうございます。正月早々受信版に詰めて大変ね。ああ、町内のもんと勤めだからさ。じいちゃんのところに新年の挨拶だな。はい。じゃあお徳ちゃんも来るね。来るとは思うけど。ええ、神田に所帯持ってからこっちなかなか顔見なくてさ。お徳ちゃんは相変わらず騒がしいかい？相変わらず。スズメ100までなんとやらってやつ。早くべーちゃんち行く。はいはい。ごめんごめん。お徳ちゃんによろしくな。洋介さん、小さい自分からお徳姉さんのこと好きだったんですよ。そうらしいな。池之端茅町の柏屋は紙の他にも帳面や筆を商っていた。十蔵の女房お沢の里である。ああ、来たか来たか来たか。では皆さん、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしく頼みますよ。揃って新年を迎えられて何よりですよ。本当ね。おはよう。姉さんだわ。あら、お早いこと。お徳さん、今年も吉野に。こちらこそよろしく。よろしくお願いします。あ、ちょ。清六さんは？それがさ、風邪なんかひいちまって暮れから寝込んでんのよ。お父さんとお飾りよろしくって言ってた。どうかお大事に。私は大事にしてんですけどね。誰もしてないなんて言ってないでしょ。ありがとう。さっき受信版の前で洋介さんが姉さんによろしくって。あいつ目明かしんでもなったのかい？違うわよ。町内のものがね、持ち回りで詰めてるんだよ。ああ、しかし洋介も5人の子持ちだってね。3人。あいついくつになったんだろう。お前と同い年だろ。ということは31。分かってるわよ。だけど一年一年が早いね。もうあっという間。木村さんにしても江戸へ来てもう十何年8年ばかりです。ほら、もうずいぶん前からいるような気がしてたけど。うちの人がズうずうしいとでも言いたいの？すっかり慣れ親しんだと言ってるんだよ。そう、さすがお父さん。で、お沢と木村様が夫婦になって6年。
すぐにお菊が生まれて。ああ年取るはずだ。年を取るのはお前だけじゃありませんよ。そりゃそうだ。ああ、おいでおいでおいで。じいちゃんも一緒に。はい、お年玉をあげましょう、ね。ありがとう。はい、はい、おめでとう。はい、おめでとう。いかがなされた。その柿を食うと私のように腹痛になるよ。すまないね。まだ痛みますか。まだちょっとしくしくと。さあさあ。はいはい。須坂の宿まではもうすぐですので。ああ、そこにお寿司屋という旗本がある。そこのご主人ですか。いや、3、4年前に世話になっただけじゃが、休ませてくれると思う。多分。えおお、これは井川先生じゃありませんか。ああ、これはご主人。道中こちらが腹痛。とにかくお上がりを。これは弟子の木村十三です。そうそう。先生、さあ先生。具合はどうですか。2日も寝たら旅の疲れも取れた。ここの主人に聞いたが、じいさん井川梅慶という旅の絵師だそうだね。ああ、何年か前に投留した時置いていった絵があちこちにかかっていたよ。俺も宿代の代わりにな、絵を描いて送るんだよ。旅をどれぐらい。十数年。
侍様、そんなこといいかに。本当に世話になってる礼ですよ。すまないね。おかわりを。いやもう明日立とうと思う。だけど峠道がな。いや23日の陽気で雪も溶けたはずじゃ。そうだといいが、世話になった礼と言っても何もできんが、せめてこれを受け取ってもらえんか。おお、うまいもんだね。私にも。煙いかね。雪が積もった雪の絵がなぜか暖かい。触れれば冷たい雪が先生の筆だとぬくもりが。十三は何か重い荷物を背負ってるようだね。先生、長年抱えていたものを吐き出しても構いませんか。母は私が10歳の時に病で死に、先週岸和田藩の勘定方だった父と二人暮らしとなりました。父親と二人で。その翌年、勘定方で金120両余りが紛失。その責が父に。父は反論しましたが、ある時からふっつりと黙ったのです。上役奉行らが仕組んだ横領だと知って、いくら抗弁しても濡れ衣は晴れぬと腹をかき切って果てました。ほう。本来なら私が父の罪を背負うべきところ、藩が言うにはお情けをもって追放と。家中に親戚がおりましたが、ご難を恐れて私に手を差し出す者はなく、18で国を出ました。それから何年が経つ？19年。その間一度も国には戻らず。苦労したようだね。食いつなぎはどうした？荷車押し、
旅籠の巻き割り、道場破りなど何でも。人を切ったことを。ああ、そうか。刀を奪いに襲ってきた野党一人。身を守るためだよ。悔やむな。先生、うん？私に絵を教えてください。あの温かい雪の絵がいつか描けたらと。いいよ。教えてやるよ。あなた、あなた、お寒いのに。絵を教えてくれた人のことを思い出していた。ああ、1年も一緒に旅をしたという？うん。今すぐということではないのだが、はい。私が江戸を離れると言ったら何とする？まさかお一人で？お前とお菊も共にだ。どちらに？まだどこと決めたわけではないが。おいいよ。どうしてわざわざ聞くんです？親兄弟のいる江戸を離れるのはそう簡単なことではあるまい。簡単です。3年も子が生まれなかった私は嫁入り先を離縁になったんですよ。その私をあなたが女房にしてくだすった。そしたらどうです？その翌年にはお菊が生まれたじゃありませんか。道場の大稽古にも励んで月々十分なお足を稼いでくださる純三様は私にとってありがたい福の神です。どこへなりともついていかないでは罰が当たります。ありがたいのは私もだ。お前のおかげでこの家も暖かい。焼けましたよ。マレーの旦那さん、今年もよろしくお願いいたします。はいはい、こちらこそ。先生いらっしゃいますか？お待ちを。久五郎は十三の家を訪れる際は本郷の印番や丸屋弥平と名乗っていた。おっとお嬢ちゃん、先生によく似てるね。うんいい子だ。今度のは先生向きですよ。仕掛けか？新寺町結年寺門前仏具屋で八幡屋和助っていうのをやっていただきたいんです。仏具屋をな。何か？そんな商いの男をやってくれと頼まれたのは初めてだ。まあそうですが、どうやらこれは俺のする仕事じゃないように思うがね。ですからこれは先生向きだと申し上げたばかりじゃありませんか。悪いやつの中でも本当ことさらの悪なんですよ。商人の悪はたかが知れてんじゃないのか。ただの商人じゃないんですよ。
この仕掛けはどうあっても先生にやっていただかねえと。和助をやれんのは先生だけなんですよ。先生、金が貯まったらこの仕事辞めてどっか行きてえと前々からお言いだ。暗闇坂の9頃、何としても先生のその思いを遂げさせてやりてえと。こうして半金が30両、仕留めた後の後金が30両、締めて60。これほどの金で請け負う仕掛けがどんなに大仕事か、先生お察し願いますよ。いらっしゃいまし。ちゃん、はい。はいはい。あの人が仏具屋のご主人かな。いいえ、あの人は奉公人の新吉さん。人当たりがよくっていい人なの。あ、八幡屋の旦那さんはさっき出かけたばっかりですよ。しばらくいさせてもらう。はい。お待たせしました。八幡屋さん。あ、どうもこんにちは。例が出ますね。十三は半時ばかり茶店にいたが、主人の和助を見かけることはなかった。先生、なんか迷っておいでですかね。どうも今度のは気が進まんのだ。仏具屋の奉公人を見たが、主の和助が悪ならああまで気安く近所の者と打ち解けるものであろうかと。困りましたね。以前気が進まぬ時は決して刀を抜いてはいけないと言ったのは元締めだ。確かに。いくら元締めの頼みでも、俺が胸に何か引っかかるものがある時は遠慮なく断ってよいとも言った。私には仕掛けを頼む者が先生の他に何人かいます。でも今度のはどうあっても先生の腕がないといけないんですよ。これまでやる相手のことはお教えすることはしませんでしたが、この際だから申し上げましょう。仏具屋の和助の裏の顔は盗賊の頭なんです。ただの盗賊ならどうこういうことはありません。だがこの男、押し入った先で容赦なく人を殺すようで、押し込み先の女房、奉公人の女を手紙にしたり、悪の中でもことさらの極悪非道だとか、そういう男ですから、先生と同じようにいさかいのない悪は始末したいと思う連中が世の中にはいるんですよ。特進が行きましたか。
元締め、この仕事で終わりにしたいが。案金を受け取った上はともかく急ぎますんで。ラウかけ国を出て20年以上経ちます。まあこの江戸がどうこう言うことではないのですが、まあこの年になるとどういうか国が懐かしく。しかしお国には戻れぬわけがあると。それでせめて国に近いところに腰を落ち着かせようかと。お気持ちわかります。できれば春花の咲く頃に上方へ行こうかと。江戸を引き払うと申されますか。その時はお沢もお菊も共にと。そのことをお父上お母上が何と思われるかと。お沢は木村様にもらわれた嫁。私どもがとやかく言うことではありますまい。それにお沢はとっくについていくと言ってるのでしょ。はあそういう娘ですな。はい。それでは。いなくなれば一時寂しい思いはしましょうが、近くには何かと騒がしいお徳がいますから、それで気が紛れましょうよ。そう言っていただけると。おう、これはお久しぶりで。柏屋さん、今年もよろしく頼みます。あ、そうだ、これが以前お話しした娘の婿殿で。ああ、下の娘さんの。はい。木村様、これを。では私はこれで。剣術の名人でしてな、道場や諸方の武家方で剣術師団はね。ああ。もし先ほどはあなた様のことは柏屋の治兵衛さんからかねがね伺っておりました。絵を見せていただいても。はあ。もしかしてあなたも絵をなさいますか。柄にもなく絵は好きでして。柏屋にはいつも。はい。とは言ってもこの半年ばかりでしょうか。知り合いから柏屋さんの評判を聞いて筆を求めに行ったのが始まりで。そりゃ木村様は剣術ばかりでなく絵もなさるとたった今治兵衛さんから聞いて、それで追ってまいりました。私のはただの暇つぶし、絵と言えるようなものじゃ。いえ、そうは思えません。いや、しかし柏屋さんの筆はいいですな。どこの筆師の作かは知りませんが、治兵衛さんの目利きが確かだということですよ。それで私も8年前に江戸に来てすぐに柏屋さんの筆を。なるほど。
そこで娘さんとお知り合いになったというわけですね。まあええしかし木村様の絵には何とも言えない味が。一度私の絵を見ていただけないでしょうか。ぜひ。しかし私に絵を見てどうこう言える力量の持ち合わせは。見ていただくだけで良いのですが、同行の死を得て私としては嬉しいのですよ。それならば。では明後日ではいかがで。昼頃ならば。はい。私は和助と申します。和助さん。え？いえ、以前もそんな名を。よくある名ですから。和助と会うことになった料理屋は上野東叡山に近い三橋のそばにあった。しかしどの絵も道ばかりですね。しかも一本道。どうしてだか一本道を描くのが好きでして。それも人の姿のない一本道ばかりです。どう思われます？何か切ないものが、悲しいというか、何も良くないと言っているのではないのです。はい。道というものは人もやってきますが、去る人を見送る場所でもありますね。確かに。私は何を思ってこんな絵を描いたのか。見送った時の思いか、誰かを待っているのか。ごめんなさいまし。あら、まだ召し上がってないじゃありませんか。つい絵に夢中になってね。本所なら両国橋の方がよろしかったのでは。大川橋を渡って南に下れば同じような道のりですから。なるほど。では私はここでごめんを。この近くで？ええ。この仏具屋を営んでおりまして、今日は拙いものをお目にかけて。いいえ。ではまたいずれ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お帰りなさいまし。
官兵衛かい。何度も言ったろう。浅草界隈には近づくなと。分かってるよ新十郎。あ、いやお頭で、幸せの押し込みからもう一月も過ぎた。先代の黒羽のお頭が死んだ後を継いだあんたのもとにそれぞれ子分を抱えた者が3人加わったろう。竹原の岩松、恋沼の藤八、清水の八助。それで、そいつらがいつ金が配られるのかとやきもきしてるんだよ。で先代の自分からあんたと兄弟分の俺に一つ様子を聞いちゃもらえないかと頭を下げるのさ。鬼首を俺は用心してるんだ。何を？天敵の目をさ。火付盗賊改め方か。俺の右腕というなら一等のものを一つに束ねるのがおめえの務めじゃねえのかい。分け前について追って知らせる。それまでは近づいちゃならねえよ。官兵衛は船で大川を下りました。旦那、金を置いていけ。てめえら。これでよろしいかな。全部よこせ。お頭。おう。新吉。はい。俺に何かがあった時のためにおめえに言っておくことがある。お頭。縁起でもね。今みてえなこともある。世の中一寸先は闇だ。新十郎は用心だというがどうやら肝っ玉が縮こまったようだ。新十郎のやつまどろっこしくていけねえ。風のごとく押し込んで風のごとく消えるきれいな盗みをすると一目置かれちゃいるが盗ったにきれいも汚いもあるもんかよ。支度に2年も3年もかけて盗み取る金はたかだか800両1000両だ。無理を承知で金蔵こじ開けりゃ1000両ぐらい半年で稼げるものをよ。先代が死んだ時跡目は官兵衛さんか新十郎かと言われていたそうだ。今のお頭とは五分の兄弟分だったとも聞いてる。新十郎が跡目を継いだら向こうがお頭様よ。黒羽の大看板を鬼首の官兵衛さんが継いでいてくれりゃな。今より懐は温かくなる。お頭に取って変わるってことはできねえのかねえ。
和助のことはどんな塩梅で？あの男を元締めが言うような極悪には思えないのだ。ご覧になりましたか？しかし先生もうぶなことをおっしゃる。人間の顔には裏と表があるんですよ。先生にしたってお苗木さんに裏の顔を隠してるんじゃないですか。先生。分かった。一つお早く。お帰りなさいませ。お客様が。お留守に上がり込んだ無礼をお許しください。いや、今日は柏屋さんに行ったもので。そりゃ。すぐにお茶を。今日は一つ先生のお作を見せていただきたいと思いまして立ち寄らせていただきました。作と言われるようなものでは。この前見ていただいた折の言葉が痛く胸に染みまして、何としても先生の絵を見たいと思い、そうなると矢も盾もたまらず。いかがで？失礼します。どうぞ。酒はあるか？会いに行くと買ってきましょうか。お聞くがなくと困る。連れて行ってくれんか？はい。はいはい。なんとも柔らかな、穏やかな。先生の絵はものを愛おしそうに描いておられる。さようか。はい。ことにこの雪の絵がなんとも。積もった雪がふんわりと真綿のような。いや、雪は雪なのですが、寒々しくなく。そう見えますか？どこか懐かしいような。先生は絵をどちらで？かなり昔、旅の途中知り合った絵師に。おお。実は私の父が絵師でして。ああ。
これが一風変わった人で、小さい時分からふらりと旅に出て、半年一年平気で家を空けまして。それは。諸国を巡って絵を描くのだと。で、今は？私が15の年に母と私を残して出たまま、25年以上も江戸を離れたままで。頼りもなく？15年前、越後からの頼りを最後にふっつりと耐えました。どこか旅の空で死んでいるのかもしれません。さようか。生きていれば70を2つ3つ超えてるはずです。何年前でしたか、上州の出湯に湯治に行ったのです。そしたらその宿に父親が描いた襖絵がありましたよ。その絵を見て、親父様の絵と？小さい時分から見てましたから絵でもわかりますが、ご丁寧に画号が入れてありましたから、隅の方に井川梅慶と。どうせ宿代の代わりに置いていったものでしょう。井川梅慶。それが親父様の？本名は貞蔵というのですが、江戸にいた時分から井川梅慶と名乗っていました。梅の字に渓谷の渓で梅慶、梅の咲く谷でウグイスの声でも聞こうという風流な名をつけたのでしょうが、実際は妻や子を見捨てた薄情な父親ですよ。そんな血が私にも流れているのではと怖くて、これまで女房を持てませんでした。母が亭主に捨てられた惨めさを知っていましたからね。でもどこかで親父の帰りを待っていたような。先生に言われて気づきました。え？私が一本道ばかりを嗅ぐのは、あの道の向こうから帰ってくるのをこの年になっても待っていたからじゃないかと。おそうか。はい。すぐにお支度を。いや、おなぎ、せっかくですが私はこれで。あら。先生、ありがとうございました。ボトさん、ありがとうございました。後ろ焼き上がったよ。はい。お待ちどうさま。来ました。はい。
何の前です？いらっしゃい。かば焼き頼むわ。かば焼き一丁。あたじゃねえ。バスケをやれるのは先生の他にいねえと思って受けた仕掛けですよ。元締め。今さら請け負えねえなんてことになったら暗闇坂の九五郎この都政での信用をなくすことになる。そこんとこ肝に銘じて腹くくってもらいてえ。どうした？なんだかお父っつぁんの顔が怖いだなんて。おきく大丈夫よ。いつものお父っつぁんじゃない。お前さんには世話になったね。夢は枯れ野を駆け巡ると昔の俳人は読んだそうだがその通りだ。己の死が間近に迫ると。何を申されます？お前私の雪の世を見て暖かいと言ったことがあるな。はい。けどね、私が暖かいと思うのは間違いだよ。絵や顔に心が素直に出る人もおるが、本当の私は冷たい人でなしだ。妻や子を捨てた白状者だ。私の中にないものを絵に求めた。死ぬ前に一度江戸へ。無理か。親の日に届
どうした？あなたこれを。しばらく子供さんを預かる。騒いではいけない。騒ぐと子供さんの命に関わる。何事も旦那が知ってなさるゆえ案ずることはない。この手紙を旦那に見せれば万事うまく運ぶゆえくれぐれも案じなさるな。このこと誰にも言ってはいけない。家から一歩も出るな。お菊は何としても連れ戻す。何としてもな。おいでなさいまし。ご主人はおいでか？はい、旦那様。ああ、これは木村先生。突然にすまぬ。とんでもございません。どうぞお上がりを。頼みがあって参った。何か？どうだろう。ちょっと外へ出てもらえまいか。ここではいけませんので。さよう。お供いたしましょう。羽織を。はい。よくついてきてくださった。何のおつもりなので？他にもやり方はあったが、こうしたかった。どっちを取ってもよい。刀をですか？切り合うのだ、お前さんと。私は金づくで人を切る家業なのだよ。先生が？だからお前さんに恨みがあるわけではない。こういうことでしたか。こういうとは？以前先生のお宅へお邪魔しており、ふと妙な気がしましたよ。二度と先生のところをお尋ねしちゃいけないような心持ちが。それが今日の前触れでしたか。刀はどちらでも？ああ。いいのか？普段短いのを持ち慣れてまして。先生、誰に頼まれなすったね？知らん。仲介人に切る相手を知らされるだけだ。よりによって手強そうな先生を差し向けられるとは。
先生、どうして喉をつくのをためらいなすった？切っ先が布団鈍りました。十数年前、旅先で出会った絵師に絵を教わった。井川梅慶先生だ。やっぱり。梅慶先生の最後は私が見とって越後の山中に。先生に切られてよかった。和助さん。無事でよかった。すまぬ。確かに仕留めていただきました。後金の60両。それで元締めの懐にはいくら入るんで？相場ですよ。くどいようだけど今後町であっても一切赤の他人ということで。顔も名前も知らねえ者同士。お頭は一体誰に？入谷田んぼ近くでどうも一党のもとに切られていったようだ。土地の目明かしに探りを入れたら
相手は凄腕の侍らしい。たちの悪い食い詰め浪人が嫌がるから。だがお頭が浪人ごときにやられるとは。お頭の死は悔しいが、いつまでも沈んでるわけにもいかねえ。ねえ。どういうことだ。黒ハエの一党の跡目のことよ。弔いが済んだばかりだ。早すぎる。そうだ。新参者が何抜かしてやがる。こういうのはの。じゃあ暮れのお勤めの分け前はどうなる。そりゃこのままじゃ黒ハエの大看板に傷がつくぜ。懐が寒いままじゃあんたらも安心して次の支度もできねえだろな。分け前は俺に任してくれ。鬼首の跡目の話はその後だ。新吉の野郎はいませんぜ。逃げやがってか。とにかく家探しだ。ごゆっくりどうぞ。新吉だな。新十郎のことだ。金のありかお前に喋ってんだろ。おい、死なせちゃ元も子もねえだろ。今何時だ。てめえ攻めてからもう半日でいい加減口はあっちだい。分かった。言うよ。どこだ。谷中、天王寺、唐井戸。いい子だ新吉。案内してもらうぜ。あった、これだ。開けてみろ。新十郎によろしくな。いい知らせを持ってな。
おい、どんどん上げろ。黒灰の陣中ロール担当ども、これまでだ。見ろ。木村さん、十三さん。ちょっとこっちへ。実は面白い話を聞いてしまって。左右ですが。さ。去年の暮れに押し入って千両って金を取った盗賊の頭が死んだらしいんですよ。ね。2、3日前、南町のお役人から。盗賊の頭っていうのが、ほら下屋の先の新寺町の仏具屋の主に化けてたって言うんですよ。それがどうして分かったかっていうと、ほら与助、死んだ頭は黒灰の陣十郎って言うんですがね、頭が死んですぐ火付盗賊改め方に子分が書きつけを送りつけたんですよ。でね、頭に何かあったり一味が揉めて割れた時にはお金の隠し場所とこれまでの罪状を届け出ろと頭から金がね言われてたっていうじゃありませんか。それが実際書きつけ通り谷中の天王寺から出まして、1500両も。その子分には感心するじゃないか。独り占めして逃げたっていいのにさ。あれだね、よっぽど頭のしつけが良かったんだよ。かわいそうにその子分も仲間に殺されたようだよ。黒灰の陣十郎ってのは押し込んでも人を殺めることは一切なかったようだ。先生に切られてよかった。先生、先生、娘さんのことでは気をもませまして、あんなことしたくなかったんですが、いやそれにしても見事にやってのけてくださった。やっぱり先生でなくちゃ。お一つどうぞ。先生、またお願いしますよ。いや、もう元締めの仕事はしない。お、いよいよ江戸を離れるんですか。俺は金がね言っていたね。殺すのは悪の世界にいる者に限ると。それも手のつけられない非道の悪しか請け負わぬと。八幡屋の和助はそういった悪だったのかね。文治、死んでもらった。先生。
県庁から木村十三の家族がいなくなったのは弥生3月のことである。ケクどう？綺麗に洗えてるね。毛がいっぱい生えてる。このところお疲れなんじゃありませんか？いや大丈夫だ。ちょっと野良仕事もしすぎかな。誰？お父っちゃん。そんなに丸いか？目尻もこんなに下がって。じゃあ四角にする。いい、その顔でいいんだ。書いてくる。お沢。はい。私はこんな暮らしをずっと待っていた。ええ。私は今とても嬉しい。私も。起こしてはあげなさい。四角いカード書いたよ。お父ちゃん、お父ちゃん。